麗なイケメンになりました。走り良さそうみたいなね。うわ、広っ広っ。はい、お菓子。あ、イースターエッグ見つけました。ここに鳥がいる。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井祐希です。今日はとうとうですね、情報解禁日になりますけれども、新型フォレスター、皆さんに動画お届けできるタイミングとなりました。じゃあね、発表からちょっと時間経ってしまいましたけれども、やっと日本で撮れました。もう非常にかっこいいですし、見どころたっぷりね。先代もとってもいい車でしたけれども、今回はさらにですね、若年層にも刺さりそうなすごくかっこいい姿となっております。まずですね、今日1本目としてはこちらフォレスターのスポーツ EX というベースグレードになります 1.8 リッターの方の車ご紹介していきたいと思いますので、こちらぜひご期待ください。またですね、おそらく同日にですね、すいません、おそらくとか言って自分の編集都合なんですけれども、おそらくこちらの用品装着車、これがですね、こっちの車をベースにした用品装着車、これを別の動画で公開しますので、こちらもご視聴いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自分でできる、簡単早くて効果抜群、ダイヤモンドプラスシラザン50です。全然ツルツル。さあ、それではまずはフロントフェイスからいきたいと思います。今回のフォレスター、本当に顔がゴロッと変わりました。今までですね、ちょっと優しいようなね雰囲気ありましたけれども、今回まさにですね、トレンドのシャープなフェイスに生まれ変わったというところポイントだと思います。私もですね、こんなことあんまり言いたくないんですけれども、スバルの車の中でまさにイケメンだなと思った車が今まであんまりなかったんですけど、この車本当にシャープな淡麗なイケメンになりました。ちょっと見ていきたいと思います。はい、この角度から見ていただいてわかるでしょうか。ここの前面がですね、すごく大きくなったんですよね。で、先代のフォレスターはもう少しボンネットが傾斜していて、少しですね、鼻先の方が伸びたような感じの印象になりました。このですね、新型のフォレスターに関しましては、結構この面積が、前のねグリルの面積がしっかりとこう切り立ったなと、全面投影面積ってことを感じさせるようなフェイスになったと思います。最近ですね、グローバルでも SUV はどんどんロバスト方向になっていってるっていうところもありまして、そのシティ派 SUV とロバストな本格派クロスオーバーっていうのが大きくこう分かれてきたかなっていう感じがするんですね。その中でもやっぱりフォレスターというのは本格 SUV ということで、しっかりとした四駆黒缶顔になったっていう感じですね。なんですけれども、どんくさくないのがすっごいいいです。ここ分かりますかね、すごい切り立ってます。で、質感がしっかりと出ているので、ここでですね、すごく強い顔っていうのを表しているんですけれども、ちょっとライトをつけてみますね。はい、ライトつけました。見えますか。はい、右左、はい、そしてハザード、はい、これハイビームです。さあ、というわけでですね、今このターンランプがついているところがポジションランプになります。結構大きなユニットですし、薄型になりました。すごいかっこいいですよね。で、ここにしっかりですね、大きなフォグランプが入っているのもスバルらしい点だと思います。ですからこのライトが上下に挟まっていることによりまして、このボンネットの先端までちゃんとライトがあって、すごく淡麗です。ここは上位のですね、例えばトヨタのランクルとかあの辺とちょっとため張れるぐらいのね、かっこよさがあるんじゃないかなと思います。さあ、そしてですね、この辺もやっぱりね、すごく変わりました。で、このですね、トリムがそのグレードによって全部違うんですけれども、こちらのスポーツ EX に関してはこのブロンズのようなね色が入りました。今グローバル的にですね、このブロンズカラーとかゴールドカラーっていうのを割と車のデザインの中に入れていくのがなんとなく流行ってるんですけれども、すごくね上手にトレンドを入れてきている。そしてにもかかわらずですね、ちゃんとこう落ち着いたトーンにしてるっていうところも、これまでのですねフォレスターファンも裏切らないような落ち着いたデザイン作りっていうのもなされているかなと思います。個人的にはこの辺のこのピアノブラックが、すいません、ちょっと今日は雨降ってて雨滴がたくさんついてるんですけれども、それもまたちょっとスバルのアドベンチャーらしさをですね演出するような感じにもなっていればいいなと思うんですけど、この辺にちゃんとですねしっかりとツヤ黒を使っていることによって高級感もちゃんと出ているんですよね。で、ここがやっぱりこれまでのフォレスターとまたちょっとこうねフェーズが変わったというか、デザインのフェーズが変わった感っていうのを表しているかなと思います。
個人的にですねめっちゃいいやんと思ったのがこのボンネットの高さなんですよね。でこのボンネットが結構フラットで、しかもこうストンとですね鼻先が切り落とされているっていうところが、本当にこの SUV らしいというか、どちらかというと本当にクロスカントリー感があるというかですね、それと洗練性、その都会で乗ってもやっぱりこう綺麗に見えるっていうところがですね、そう今のトレンド感がこの辺に出てるかなって思うんですよね。すごい綺麗なデザインですし、またですねこのボンネットのフードがちゃんと盛り上がってこうね、ここの中にですねちゃんと力強いものが入ってるよっていうような感じで、この真ん中が盛り上がっているのも素晴らしいですし、またですね多分ここすごい運転する時にセンタリングしやすいと思うんですよね。でそういうところも感じさせるようなボンネットになってます。ここの傾斜とこの厚みっていうのが今回のポイントになってくるかなと思います。はい、それではサイドビューです。めちゃくちゃ勇ましいです。本当にねちょっと実はあんまりサイズ変わってないです。全長が15ミリ、それから全幅も15ミリ伸びてるんですけれども、全長に関してはでも15ミリってねなんか誤差っていうぐらいの大きさなんですけれども、ほんの少しだけ伸びているっていう感じなんですけれども、でも前の車よりもめちゃくちゃ大きくなったような感じがしませんか？でそれはやっぱりデザインの力だと思うんですけれども、そのディメンションをしっかりと全部使い切ってる感が今回すごくするんですよ。でそれはやっぱりこう先ほどからも何回も言ってる鼻先の切り落としだったりとか、この辺のこうロバスト感であったりとか、あと個人的にはこのフェンダーボールのところのこの盛り上がりがめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。あと前から見ると分かるんですけれども、実はこの辺りのボリュームとドアのこの肩の盛り上がりのこのキャラクターラインが前のよりもちょっとこの膨らみが上に持たされているようなそんな感じを受けてます。でそれによってボリュームが少し上に上がったので、タイヤのサイズは大きくなってますけれども17インチが配置されて、今回は18インチからのスタートになりますけれども、それによってこの足元にボリュームが出たからこの辺に持ってきてもちょっと腰高感というかね、そういうのがなくてしっかりと接地感も持たせつつのボリューム感も叶えているかなという感じがサイドビューでもしています。でここのですね加色が前のそのフォグランプの下のところにある加色とリンクさせているんですけれども、ここもブロンズになっていて、これもとっても上質ですよね。でここのベースのところはちゃんと樹脂が使われていて、ここはその防汚性というかね、その機能としてあんまり傷がついたりとかしないようになっているっていうところもちゃんと考えられた上でのこの中にこれをつけるっていうね、その質感と機能性っていうのを両立させているのと、この中です。ここです。ちょっとですねハニカム柄みたいなねこんな樹脂が入ってるんですよね。ここがまたねすごいいろんな手法を使われて質感っていうのを出しているんだなっていうことをすごく感じさせるんですよ。気合入ってますよね。さあそれではタイヤホイールです。こちらの先ほどもちょっと言いましたけれども、先代には設定されていた17インチがなくなって18インチからのスタートになりますけれども、どんどんタイヤはですねSUV は台形化してますので、正当進化かなというような感じがします。で前のモデルよりもインチは上がりましたけれども、燃費はそんなに下がってないというか、やっぱり SF もありますから、どんどん燃費の方はね良くなっているモデル全体としてっていう感じがするので、あとですねそのサスペンションが絶対良くなってるんですよ。絶対良くなってるんですよ、スバルのことだから。でその辺も加味してタイヤのインチが大きくなっても乗り心地はおそらく継承されているんだなっていうところは試乗編でご覧いただきたいと思います。でこのホイールデザインなんですけれども、これもスバルであんまりなかった感じだと思います。一色です。一色のペイントでこのトリムと同じホイールの色を入れてですねちょっと締めているというような感じになってます。最近切削面とペイント面を両方使ってトーンを出していくっていうのもありますけれども、このスポーツ EX に関してはこのようなホイールが入っていて、これはこれですごくですね逆にスタイリッシュに見えるというかね、今のそのトレンドの2色使うっていうんじゃなくても1色で入れることによってトーンの統一感を出しているかなというような感じもしました。さあそれではリアビューです。個人的にはリアはちょっとおとなしいかなっていう感じがするんですよね。前がめちゃくちゃ変わったので、後ろもねとても変わりましたけれども、キャラとしては、リアビューよりはフロントビューの方がすごくかっこいいなっていう感じがしました。で、前回のフォレスターはリアのコンビライトがですね左右にこの字のようにね
取り巻いているみたいな感じのデザインで、真ん中はボディの外反色になってたんですけれども、今回はやっぱりですねトレンドとかも含めまして、このライトのユニット非常に綺麗なものになってますが、真ん中にこのね黒い褐色を入れることによってちょっと連続性を持たせている。で、上と下をこうデザイン的に分割させているみたいな感じになってます。はい、そしてですねこのリアの下の方のですねこのバンパー形状というか、このディフューザーの方はですねそんなにこう大きなですね空力形状みたいなのを使っておらず、ここはもうデザインの面として見せているっていうところも、このフォレスターというですね車の性格を考えると、走りというよりはもうレジャーとかね、でも走りも絶対いいんですけど、レジャーとかねそのファミリーで使うみたいなところのこうリアのこうまとまり感、設置感っていうのを感じさせるかなと思います。なんですけれども、スバルらしいのはこの辺ですね。このテールパイプが左右2本出しにしっかりなっていて、ちょっとこうですね楕円のテールパイプがしっかり見せているっていうところもですねすごくスバルらしいところかなと思います。どんどん SUV このテールパイプ隠す方向になってますけれども、ここがねしっかりとあることによってやっぱりね後ろから見た時にわあ走り良さそうみたいなね、マフラー見えてるかっこいいみたいなね、そういうところが見えているっていうところが私はちょっと胸キュンポイントなんですよね。でこのテールパイプの周りにもフロントそれからサイドと同じようにですねトリムがありまして、ここがブロンズカラーになっているという感じです。さあそれではですねリアライトもつけてみたいと思います。はい、もうライト、ブレーキランプ踏んでます。こんな感じでライトはすでにオンになってるかなと思います。はい、右左、はい、そしてハザードです。さあ最近のスバルなんですけれども、このリアライトの赤の色がめちゃくちゃ綺麗です。でこれはついててもついてなくても綺麗で、サイドの高いライトとあとブラックトーンでしっかり引き締めているっていうところがちょっとねリアのアクセントにもなっていて、ここすごく綺麗な部分かなと思います。あとやっぱりね最近のスバルで言えるのはこのクリアの部分がすっごい綺麗なんですよ。でクリアの部分を上手に使っているっていうリアデザインは、一つポイントがあると思います。はい、ちなみにこのようにですね中にスバルという文字も入っていて、このようにねこう結構しっかりとこうキュッとしたようなデザインも入っていて、本当にデザイン性高いですよね。こう中にですねちゃんとテールゲートの中にまでライトのユニットが入っていて、ここもつながったような衣装になっているっていうところがねすごく面白いと思います。でそれからこのターンランプもちょっとですね中に模様が入っていて、こうデザインっぽい感じと、あとこう乱反射でね綺麗に見せるような工夫もされています。はい、ちなみにですねこれが前のモデルのフォレスターのリアビューとなっておりますけれども、ね、全然こうやって見るとほらちょっと性格がね全然変わりました。やっぱね後ろから見てもスタイリッシュです。これはアクセサリー装着車ですけれども、結構ねしっかりとこうやっぱ傾斜したようなルーフラインから、どちらかというとクロスカントリーモデルらしい四角さを手に入れて、でこうルーフのスポイラーをめちゃめちゃ出すんじゃなくてちょっと抑えめになっているっていうところも、今回の性格が全然違うところかな、デザインのっていう感じがしますね。さあそれではですねテールゲート開けてみましょう。お、電動。さすが。うわ、広っ。すごい広いじゃないですか。もう3列目いけるんじゃないのぐらいの広さありますね。しかもすっごい綺麗。私が大好きな機能も入ってます。はい、スバルはやっぱりね今北米でかなりボリュームを持った販売を持ってますので、こういうようなトノカバーとかもしっかりとしたものが入ってます。やはりね防犯とかそういう意味で、もう北米でもデトロイトとか行くと本当にスバルだらけでびっくりしちゃうんですけれども、こういうところはねやっぱり防犯のためにすごく大事なところ、しっかりとしたトノカバーが入ってますね。でそれと同時に荷室もすごい広いですよね。いやゴルフバッグ持ってくればよかったっていうぐらいの、なんかちょっと私が入ってまだまだ余るぐらいの広さです。これちょっと感動しちゃいます。でこの下にはテンパーが入っている、入っているんですけれども、さらにこの上にこの、発泡スチロール的な素材があって、ちょっと物が入るみたいなね、車検証を入れたりとかそういうものもちょっとだけ入るようになってますけど、このボード自体も本当にしっかりしてて、ここねちゃんとシートを倒しても物が落ちないようにフラップがちゃんとついている。いいじゃないですか。でこのクラスになるとですよ、私がすごい大好きなのがこれ、パターンということで、このスイッチを引っ張ると勝手にね椅子が倒れてくれるんですが、うわー、フルフラットではないがほぼフルフラットで、ちゃんとこいつが効いてて、隙間にねシートとのそれからこの機構の隙間に何も落ちないようになっているっていう気遣いもあります。全然スキー行けるじゃんっていうか、車内泊できるじゃん。これもうすごいわ。
寝たいあとここですね、このパタンってするスイッチの横にこのようにフックがねたくさんあります。でこういうところが、ちょっとねアウトドアに使う人とかはカスタマイズをしていくと思うので、たくさんこういうフックつけましたみたいな話もされてました。あとこれハーマンカードもついてるので後でお話ししていきますね。はい、もう一つですね、最近のスバルはこれよくやるんですけれども、クロストレックとかにも入ってましたが、このようにですねちょっとイースターエッグっぽいねちょっと脂肪のところにこのようにエンボスで模様を入れたりとかしていて、すごく可愛い感じのですねこういう細工をしてくれてます。これがテールゲートの中にまでこういうのがあるんですよね。これクロストレックにも入ってますけれども、このようにですねこうルーフを開けて使うユーザーさんが多いとのことで、この中にもですねしっかりと模様を入れてるよっていう話はされてました。で開口部もすごく大きいのでかなり使いやすそうではあります。それでは注目の運転席行きたいと思います。インテリアです。さあというわけでですね、今回そのインテリアにもいろんな挑戦をされていてすごく面白いんですけれども、まずですねこの中、ここもね柔らかいファブリック張りになりました。でここがちょっと合皮っぽい感じのものが入ってるんですけれども、ドアの一章フロントドアはこうなってます。そして実はですね、今回先に言いますけども、リアドアとフロントドアの衣装が全然別になっているっていうところに注目してほしいんだそうです。でどういうことかというと、このリアドアってフロントドアの衣装をコピーしたものを使うことが多いということなんですね。だからよくそれ言われてみたら確かにそうだなと思ったんですけど、前はそのインパネからの衣装がこうつながってるからこういう感じになってる、大体ね。でリアドアもそれをコピーするからこっから唐突に始まると、この模様がね。だけど実際にリアドアってここに座るからこっから始まってると唐突感があるじゃん。でも座ってるからこう始めるとナチュラルじゃんっていうことで、こういうねその前後違う衣装っていうのを入れたんですって。すごいねなんか気づきというか、なるほどっていうふうに思ったんですけれども、ということで後でちょっとリアドはね座りながらその辺検証していきたいと思います。ともあれフラントの、ドアなんですけども、このように結構ねツヤクロ使ったりとかして、さすがね上位 SUV としての風格も手に入れてるかなという感じがします。でそれからさっき言いました可愛い靴跡がついてるね、等高線みたいな本当山好きな人にはたまらんねこの絵ですよね。私も登山するのでこういうのを見るとお山登りたいみたいになるんですけども、こういうところがちゃんと入ってるっていうね柄として素晴らしい等高線といえばね、昔ボルボもこういうね柄使ってましたけれども、スバルらしい堅牢さっていうのがあるかなと思います。さあそしてこのシートも実はですね、前から見るとすごいんですけれども、映るかな、はい、映ってる？実はですね左右非対称になってるんですね、シートが。でどういうことかというと、よく見てくださいね、よく見てくださいね。こっちは切り立ってる、ここちょっと開いてるみたいな、ここ見てください。全然違くないですか？これなんでかというと、前の席に座った時に例えば後ろの席のお子さんとかに「はいお菓子」とかやる時あるじゃないですか。こういう時のためにここが少しでも削れてると、もう本当に何センチとかでも削れてるとすごくですね受け渡しがしやすいのと、後ろに振り返りやすいっていうメリットがあるんですって。でやっぱりフォレスターってすごくこの家族でね使うということを考えていますので、こういうところにですね左右非対称のパターンを入れたということで、これこうやって見るとあんまり分かんないんですけども、前から見るとこれだけ違うというような左右非対称パターンを入れてるんだそうです。これ他社にもねあまりやってないようなスバル独自の取り組みということで考えられてるなって思いました。いい機能ですよね。さあそしてですねシート自体も非常にリッチです。かなりですねふわっとしていて、これこそですね北米でやっぱりボリュームありますので、ソファーライクなねその北米というかアメリカ人が好きそうなシートが入ってるんですが、スバルのシートがすごいのがこれね大柄なんですけれども体が全然ねぶれないんですよ。ね、これはクロストレックもそうなんですけれども、かなりねスバルの試乗会って長距離ドライブをさせていただくことが多いんですが、このねシートここちゃんとねもこってなってるの分かります？形状が結構良くて腰全然痛くならないので、運転ね長いことしてると体もぞもぞってしたりするじゃないですか。でそういうのがねあんまりいらないっていうねすごくいいシートです。はい、それでは乗ってみます。さあというわけでやっぱりインテリアのね大きなポイントとしては
これですよ。この縦型の大きなディスプレイがフォレスターで初採用になりました。はい、モデル末期のね、車の試乗もさせていただきましたけれども、その時はですね2画面分かれたものになってますので、このスバルのスターリングのね大きいこの画面が入ったというのがやっぱり今回ね大きな商品的な魅力になってくるかなと思います。でそれに合わせてここのディスプレイもですねフル液晶になってすごくね最新世代のスバルっていう顔になりました。で、このブロンズのカラーがいろんなところに使われていて、それはインテリアもそうなんですけれども、このように、はい、ちゃんとですねこうステッチもブロンズになって、こうトリミングもこういう加色が入っている。で中もこういうねトーンで統一されているっていうね。あとこれですね、クロストレックもこんな感じになってたんですけれども、ここにこう加色入れることでリッチな感じを出しているというのもあると思います。それからこの辺にもですねハニカム入れてあって、ここも柄になっててねすごくおしゃれになっていますよね。でブロンズもこういうところに入ってかなりイケてます。かなりイケてます。でこの中に関してはですねちょっとまた違う動画でお話ししていこうかなと思います。でここに非接触充電も入りました。アイサイトに EX についてはグレードによるとのことなので、ちょっとテロップで注釈を入れます。はい、でこれもあるじゃん。ほら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 、ねすごい。ちょっと雨が降り始めてしまったんですけれども、雨にもねこの車似合いますし、雨見るっていいですよね。さあそれではですね、リアシートいきたいと思います。はい、これね検証しますよ。乗ります。で乗るところもですねちょっとここも稜線っぽくなっていてね、流れ星みたいになってんだ。かわいい。はい、乗ってみます。はいという感じで、こっちで見た方が分かりやすいかな。乗った時に自分からこう線が始まるような感じになっているっていうですね、ちゃんとこう前と後ろの物語性っていうのを考えられているんだそうです。ここすごくいいですよね。であと広い、これはすごい広い。結構後ろに下げたんですけどすんごい広いし、ちゃんとポケットがたくさんついているね。ガジェットでちょっと中くらいタブレット、パソコンみたいな、だからちょっと入れるものの例えおかしいですけど、そんな感じになっていると。でちゃんとリアにもですねシートヒーターついてるのと、USB のシート A が2つついているというような使い勝手の良さもあります。ちなみにですねウィンドウは、後席の人の頭の上まではないです。これは多分ねこの窓が全部開くので、ここに収納されるスペースがあるかなっていう感じですかね。でリアのシートもとってもふかふかで気持ちいいです。いやー落ち着きある。しかもこうやって見てほら、窓が結構リアしっかりと四角に開いてるので、外からの景色とかもすごくよく見えますし、めっちゃいい景色ですよね。なんかね京都のお寺みたいね。さあいざ奈良へみたいなね。そうだ京都行こうみたいなね。どうでもいいや。でとにかくイースターエッグ見つけました。ここに鳥がいる。かわいい。こういうのなんかキュンとするんですよね。とにかくですねこの3ウィンドウになっていて、このガラスエリアが非常に広いので室内もすごく開放感がありますし、とにかく広いですよね。すごい本当に3列シートできちゃいそうなぐらい前にゆとりがあります。たくさんの人数で山行ったりとかもできそうな気がします。めっちゃいい。で今日は新型フォレスターのベースグレードになります 1.8 リッターの方のモデルスポーツ EX ご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。これはですね非常に注目なんですけれども、さらにですね注目のストロングハイブリッド搭載車もございます。これは他の動画でご紹介していきますので、皆さんこちらもぜひですね合わせてご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井優希でした。バイバイ。